日本がアジアに侵略する、ふざけんなですよ。そんなの我々考えてないでしょ。皆さんどっかの国取りに行こうと思ってますか？日本人考えないですよ。昔から縄文時代からずっとこの島にいんだから。そういったことも我々は教わらずで、戦争に負けたことだけが頭に入っていて、その理由はアジアを侵略しようとしたからなんですね。日本が。誰だそんな教科書を書いたのは。日本の戦後の歴史教育は日本人が受け継ぐべき文化と伝統を忘れ、日本人の誇りを失わせるものであった。特に近現代史では日本人は子々孫々まで謝罪し続けること、運命づけられた罪人のごとくに扱われている。冷戦終結後は自虐的傾向が強まり、現行の歴史教科書は従軍慰安婦のようなプロパガンダを事実として記述している。負けたから全部かかってたわけですよ。日本人の学者雇って彼らの都合のいいように。教科書見るとザビエルはなんか頭にカッパみたいなの乗せた、あれキッパって言うんですけど、なんかおっちゃんになってるわけですよ。ペリーは海軍の人、なんかクジラ取りに来た海軍の人みたいになってるわけ。マッカーサーは日本を民主化した神様だみたいになってるわけですよ。違う。共通点は日本を侵略しに来た人たちですよ。日本にある二大教職員組合がマルクス・レーニン主義を信奉しているため、国民との意識に大きなギャップがあるにもかかわらず、教科書採択に大きな影響力を持っているため、まともな教科書が学校で使われていないのである。自虐史観を克服し、次世代の子どもたちに誇りある日本の歴史の真の姿を伝えるべきである。現在、港区で使用されている中学校の歴史教科書を確認したところ、特に近代史を子どもたちに教える上で、記述が適切ではないと思われる部分が散見されました。一部の例として、太平洋戦争はどのようにして起こったのでしょうかという項目を見てみるとですね、日本は大東亜共栄圏の建設を唱えました。それは日本の指導のもと、欧米の植民地支配を打破し、アジアの民族だけで繁栄しようという主張でした。このだけでとかを見るとですね、少し悪意を感じるところでございます。新しい歴史教科書の採択に反対する人たちがいます。現場の教員、PTA、教育委員、歴史学者、市民団体が歴史修正主義の教科書だ、戦前の軍国日本の皇帝などとして反対運動をしており、採択の可能性のある学校の周囲にて反対のビラを撒いたり、採択会場に乱入したり、採択すると市民を殺すなどの脅迫電話を役所にかけたり、時には暴力的行為などを行っているとされる。公安調査庁によると、日本共産党や同党系団体は採択反対の取り組みをしており、代表的反対運動団体である子どもと教科書全国ネット21を側面から支援し、これらは採択関係者に抗議電話やファックスを集中的に送ったり、文科省周辺で人間の鎖を行うなど激しい反対運動を展開しているとしている。また過激派の共産主義者同盟戦記派や共産主義者同盟が主導するアジア共同行動日本連絡会議が採択に反対する内外の労組、在日韓国人団体などと共闘して全国各地の教育委員会や地方議会に対し不採択とするよう積極的活動をしていたことが判明している。でまた教科書の採択をする場所でですね、ものすごくたくさんの人がずらずらっと入ってきて、あれがいいこれがいいと騒いだりするケースが過去にあったそうであります。